はい、哲也です。今日はね、共和党 1.6 委員会をボイコットへペロシ&チェイニー協力タッグを結成というテーマでお話してみたいと思います。あなたはご存知でしょうか。今、米国議会が1月6日の連邦議会議事堂への乱入暴動事件を調査するために設置されることになった特別調査委員会、これ英語ではセレクトコミッティと呼ぶそうですけども、その特別調査委員会の委員選出の問題で大紛糾していることを、ご存知でしたか。民主党のナンシー・ペロシ下院議長は上院で共和党が連邦議会への乱入暴動事件を調査するために 9.11 同時多発テロの時と同じような超党派の委員会を設立する法案の可決を阻止したことを受けてやむなく下院で特別調査委員会を設立すると発表したんですね。そして先月、すべての民主党議員と2人の共和党議員が特別調査委員会の設立に賛成票を投じ、この特別調査委員会が正式に結成されることになったわけですよ。ペロシ氏はその設立の趣旨について次のように語っています。特別調査委員会は2021年1月6日に米国議会議事堂へのテロ的な乱入暴動事件の原因を調査し、その調査結果を報告するとともに、将来同様の攻撃を未然に防ぐために有効な対策を勧告する責任があるとね。そしてペロシ氏はこの委員会は民主党議員6人、共和党議員6人で構成するとし、共和党のマッカーシー院内総務に5人の共和党議員を委員会に委員として推薦するよう伝えていました。なぜなら今回の特別調査委員会は決して政治化することのないように超党派の委員会にすべきとの基本的な考えが前提になっていたからですね。ただしここでね、疑問が残りますよね。そう、なぜペロシ氏がマッカーシー氏に6人ではなく5人を推薦するように伝えたかということなんです。ちょっと謎でしょ？気になりません？はい、このあたりの理由については後半に詳しくお話しするので、ぜひ後半までというか最後までご視聴くださいね。そこでマッカーシー共和党院内総務はジム・バンクス議員、ジム・ジョーダン議員、ロドニー・デイビ議員、ケリー・アームストロング議員、トロイ・ネルス議員を推薦しました。ではなぜ今になってそれが紛糾しているかというと、事の発端はペロシ下院議長が共和党のケビン・マッカーシー院内総務がこの特別調査委員会の委員として推薦したジム・バンクス議員とジム・ジョーダン議員の2人を拒絶したことにあります。7月21日、共和党はこの一報を受けて特別調査委員会をボイコットすることを示唆したんですね。ではペロシ氏がこの2人を拒絶した理由は一体何なんでしょうか。この点に関してペロシ氏は次のような声明を出しました。調査の完全性の尊重、真実へのこだわり、そしてこれまでの言動に対する懸念から、私はバンクス氏とジョーダン氏の特別調査委員会への推薦を拒否せざるを得ないとね。ペロシ氏はあえてこんな曖昧な表現を使っていますけれども、実際の理由をね、はっきり言うとですね、この2人は1月6日の連邦議会における上下両院合同セッションにおいて、不正選挙の疑いから選挙人団の票のカウントに異議を唱えたことにあるんですね。つまりこれトランプ派だと、ゴリゴリのトランプ派じゃねえかということでね、ペロシ氏が批判したわけですよ。で拒絶に至ったということですね。マッカーシー氏は議会詰めの記者団に対してペロシ氏のこうした動きは前代未聞として次のように批判しました。ペロシ下院議長は特別調査委員会に対する少数党、つまり共和党の推薦を拒否するという前例のない暴挙に出た。それはあまりにもひどい権力の乱用である。この委員会は完全に正当性を失ったとね。ペロシ氏はマッカーシー氏が推薦した他の3人は受け入れるとしたのですが、共和党はペロシ氏が指名した民主党議員の中にも
2017年にこれトランプさんに対するその選挙人団票があったわけですけど、その選挙人団票に異議を申し立てた人物もいたと指摘してね、ペロシ議長が態度を変え共和党の5人の候補者全員を委員にしない限り、共和党は民主党のインチキな委員会には参加することはないという方針を固めたということなんですね。また今回拒絶されたバンクス氏本人もペロシ氏の今回の動きに対して次のような趣旨の批判的なコメントを出しました。ペロシ氏は我々が1月6日に起こった出来事について真実を明らかにするために、そしてこのようなことが二度と起こらないようにするために奮闘努力する準備をしていたことは分かっているはずだとね。ペロシ氏から拒絶された2人はトランプさんの責任追及ではなく、米国連邦議会議事堂の警察やその他の機関が1月6日のイベントに対していかに準備不足だったかについて明らかにすべきだと意気込んでいたと言われているんですね。もともとペロシ氏がこの特別調査委員会の設立をある意味で強引に推し進めた理由ははっきり言って、みんな分かってると思いますけどね、トランプさんの責任追及のためであることは明らかなんですよ。だから今回拒絶した2人の共和党議員によってトランプさんへの責任追及の矛先が鈍り、いやそれどころかむしろ1月6日の連邦議会議事堂における合同セッションを取り仕切り準備する立場だったペロシ下院議長ら上層部の警備等に関する準備不足の問題にこの委員会の議論の焦点が移ってしまっては困るというわけなんですね。さてここで最初の方に述べた謎についてお話ししておくことにしましょう。その謎覚えてますか？そう、なぜマッカーシー氏は共和党の議員を6人ではなく5人しか推薦できなかったかという問題ですよ。本来なら超党派の委員会という限りは民主党6人共和党6人のイーブンでなければならないはずですよね。ところがね、ペロシ氏は先にね7人の委員を指名していたんです。そのうち6人は当然、全員ね民主党議員でしたけれども、ただ一人共和党の大物議員、もう一度言いますよ、共和党の大物議員も指名していたんです。これでさっきの6人に1人加わるから7人になるわけですね。それでマッカーシー氏は共和党を6人にするためには5人しか推薦できなくなったわけですよ。わかります意味？さて肝心のねその共和党の大物議員とは一体誰でしょうか？勘のいいあなたならもうお分かりなんじゃないでしょうか。はい、どうぞ言ってみてください。そう、実は前共和党会議議長のみんな大好きリズ・チェイニー下院議員ですよ。チェイニー議員も共和党の宿敵だったはずのペロシ下院議長の申し出をあっさりと受け入れたんです。チェイニー氏といえばね、ご承知の通り共和党の重鎮でありながらトランプ弾劾に賛成票を投じた人物、つまりトランプさんにしてみれば一番の裏切り者ですよね。とにかくこの人トランプさんが嫌いで憎くて仕方がないんです。トランプさんのいわば箸の上げ下ろしまでケチをつけ、坊主憎ければ今朝まで憎しでね、トランプさんに関わるもの全てが大嫌いなんですよ。大嫌いというかもはや敵レベルですよね。そしてトランプさんの積年の大敵といえば、そうなんといってもナンシー・ペロシ氏ですよね。ですからチェイニー氏にとってペロシ氏は敵の敵にあたるので、敵の敵は味方という原則に従えば完全に味方になるんですね。事実チェイニー議員は7月21日の午後、連邦議会議事堂の外で記者団を前に次のような趣旨のコメントを残しました。どのような結論が導かれるにせよ、党派を超えた真摯かつ真剣な、そして真実を解明する調査が必要だ。マッカーシー共和党院内総務はあらゆる機会を利用してこの調査を阻止するために1月6日の暴動事件の真相をアメリカ国民が知るのを妨げようとしてきた。私はペロシ氏の動きを支持するとね。ここでついにね
ペロシ&チェイニーの強力タッグの誕生ということになったわけですよ。ちなみにこれまで連邦議会議事堂への乱入暴動事件に関してテロ行為で起訴された人は、一人もいないということなんですね。実際にはね、500人以上が議会での議事進行妨害、暴動、治安敏乱行為、これは治安を乱す行為ですね。といったね、罪で起訴されています。今週裁判の結果、一人の男性がですね、連邦議会議事堂に侵入し旗を振ったとして懲役8ヶ月の刑を申し渡されました。おそらくね、これからもほとんどの被疑者は、死刑やね、無期懲役といった、大きな罪には問われない模様なんですね。そうした中、トランプという名の肝心の超大物が大手を振ってでかい顔をして歩いてるじゃないか、このままあいつをのさばらせては絶対にいけないと怒り狂っている人たちがいるわけですね。それがペロシ&チェイニー強力タッグというわけですよ。ということでね、今米国議会は大紛糾していますけれども、こうしたね動きは当然ね、来年の中間選挙を睨んだ前哨戦と見るべきでしょうね。さあ何はともあれ、米国議会の動きががぜん面白くなってきました。今後ますますこうした動きから目が離せなくなりますね。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck。目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。